快適に寝たいからこうやって引くことによって風を防げるのであったかいです。で置いて使ったりとか、これ1個で複数のライトとしても使えるので、次の参考で荷物が増えなくて済む。結構余裕が、これだけで安心して水が飲める。なんかちょっと適当に快適性とか片手で済ませることができるんですね。こんにちは、ケリーです。本日はこちらの26リットルのザックにテント泊装備を詰め込んでみました。今回は夏と、ちょっと秋ぐらい、9月ぐらいまでのテント泊装備を詰め込んでみたんですけど、基本的な装備は春秋夏全部そこまで変わらない。寝袋がちょっと変わったりとか、ダウンとかインサレーション系がちょっと変わるぐらいで、そこまで内容っていうのは変わらないので、今回この夏って言ってるんですけど、いろいろ装備を組み替えることで様々なシーズンに対応できると思うので、さすがに厳冬期はちょっと多分このサイズではきついと思うんですけど、これはあくまで僕の装備なんで、これがベストとかではなくて、いつも言ってるんですけど、みんなそれぞれ気温の感じ方とか寒さにどんぐらい耐えれるとかは多分結構差があると思うので、一つの装備の参考として見てもらえると嬉しいです。では早速紹介していきます。とりあえず最初にこちらパッキングしたザックの重さを測っていこうと思います。 4.59 ですね。こちらのザック測ったら 4.59 重さになってました。ベースウェイトって何なのってなると思うんですけど、ベースウェイトは水、食料、燃料、消耗品を抜いた重さになります。これはロングトレイルハイカーとか長期の日数でトレイルを歩くときに途中で水、食料とか燃料を補給することになるんです。歩く距離、歩く日数によって、その燃料とか食料の量って変わってきます。そこらを除いてこの基本的な装備の重量だけを測ったものをベースウェイトっていう考え方で表しています。まずザックの紹介。このザックはパランテのウルトラライトっていうザックになります。容量は一応26リットルのものになります。でこちらに、最初も言った通り、テント泊の装備を詰め込んでみました。外側についてるものから紹介していこうと思います。特に紹介する順番とかは決めてないので、外側についてるものから紹介して外ポケット、中身っていう感じで紹介していこうと思います。まず最初に、こちらですね。シックスムーンデザインズのシルバーシャドウカーボンっていう傘になります。でこちらの傘は 193g でカーボンでできてて、すごい軽い傘になってます。耐久性も、山で使う傘なんで耐久性もかなりある傘になってます。開いてみると、こんな感じの傘になります。ちょっと汚いんですけど、デザイン的にはここにロゴがあってシルバーになってて、光を反射してくれるのかな。裏側はここの部分がねカーボン素材になっていてですね、取っ手の部分がウレタンみたいな素材になってます。裏側が黒いんで日陰がね濃く出るんですよ。こうやって差した時結構涼しく感じます。で傘の使い道としては稜線の日が出てるところで、プラスで風がないところですね。強風だとさすがに傘はさせないので、日差し強いなと思った稜線で風がそんなに吹いてない時は、傘を差した方が本当に涼しいし日焼け防止にもなります。登山中に雨が降ることもあると思うんで、雨の時には普通に傘として使えるし、テント泊の時とかは雨降っててトイレとか行く時レインフェアとか着るのって結構めんどくさいじゃないですか。そういった時に傘が一つあると、傘を差して普段通り外に出てトイレに行くっていうことができるので、本当登山で傘は本当におすすめです。こんなでっかい傘ちょっと持っていきたくないよって方はいると思うんですけど、そういった方は折りたたみバージョンとか、他のメーカーからも折りたたみのこういう傘も出てるので、本当に普通に一般的に売ってる折りたたみ傘でもいいので、1本傘は持ってると便利だと思います。では次は、ローカスギアのストックになります。こちらのストックも1本多分150もぐらいだったかな。結構軽いストックになってて、でこちらも素材がねカーボン素材でできています。で取っ手の部分はさっきの傘と同じような素材でできているストックになります。今回持っていってる理由っていうのが、テントの設営のためにこの2本のポールを持って行ってます。なんで登山中に使うっていうか、もうほんと非自立式のテントを使ってるから、このポールでテントを設営するために持って行っているっていうだけになります。なんでもちろん辛いなって時は使ってもいいんですけど、基本は多分使わないもの、テントを建てる時だけのために、この2本は持ってってる感じになります。ストックを使う人は
非自立式のテントを持ってる人はテントにも使えるし、参考中にもこのストックを使ってこう歩いていけるっていう、いわゆる二刀流としてこれも使うことができるので、僕の場合はもうほぼ一刀流みたいな感じになっちゃってるんですけど、ザックのこっち側にペットボトル入れあるんですけど、はい、ペットボトルの紹介になります。はい、ライフウォーターっていうところのペットボトルになります。これ 700ml のペットボトルになります。そのペットボトルにこういうシリコンのバンドをつけて、でキャップももともとこういうキャップだったんですけど、また新たに買ってキャップをつけて使ってるっていう感じになります。ペットボトルのサイズは人それぞれ何でもいいと思うんですけど、僕はそのペットボトルにシリコンバンドをつけてます。これはもう Amazon でもいろんなシリコンバンド入ってるの買ってただつけたってだけなんですけど、これをつけることによってどんな効果があるかっていうと、ここに水を差してる時に出す時に引っかかるんで、すごい取り出しやすくなるんですね。飲む時とかも支えになって滑りにくいっていうのがあります。さすがにこの厳冬期でこのペットボトルで持ってったら凍ったりしちゃうんであれなんですけど、凍らない時期とかはなんで秋とか手袋してる時、薄手の手袋とかツルツル滑ることも多分あると思うんですけど、そういう時にシリコンバンドがあると引っかかるんで、これを落下させたりもしないし、ほんと掴みやすくなるので、シリコンバンドをつけるのはおすすめだと思います。普通のペットボトルにもつけれるので、普通にペットボトルにつけてもいいと思います。で、あとはこのボトルキャップですね。どこで買ったっけ？アメリカのサイトでたまたま買い物する時にあったんで、はい、ついでに一緒に買った感じになります。1個2ドルぐらいだったかな。これのいいところは、撮影して歩いてるのでカメラを片手に持ってる状態で歩いてます。なんで、こう取り出して、はい、飲む時に、ペットボトルだとこうやって開けて両手使わないといけないんですけど、これだったら片手でちょっと行儀が悪いんですけど、口で開けて開いてる状態を今度こうやって顎で締めてあげる。でしまう。なんで片手で済ませることができるんですね。ってところが僕が気に入ってます。ちなみにこの先端のボトルキャップなんですけど、普通のペットボトルと形状は変わらないので、これだけ買って普通のペットボトルにもつけれるんで、これで1個持ってくだけでもいいかもしれません。別にボトルは何でも構わないので、これおすすめです。ハイドレーションとか管を出してきて前に置いといて、こうやって飲むみたいなのもあるんで、そっちでも全然いいんですけど、僕はちょっとそれを本当に昔ね、10年以上前に使ってて、結構あれって飲んだ気に僕的にはならない。あとはちょっと匂いが気になったんで、使うのを途中でやめちゃいました。で、これ海外で買った時、色が3色展開あって何色が届くかわからないってなってたんで、赤、青、黄色っていう3色の色があるので、全部一応欲しかったんで、3個買ったら全部違う色を届けてくれました。耐久性はちょっとまだわかんないですけど、別にまだ壊れてないんで、はい。おすすめです。はい。では次も水系なんですけど、こちら、クノックの1リットルのウォーターソフトボトルになりますね。水が入ってない状態だと、自立しないで倒れちゃうんですけど、水入れるとこんな感じで、はい。しっかり自立するようになるので、なんで使ってない時はコンパクトに畳めて、で水を入れた時は普通に自立もするので結構おすすめです。でこういう引っ掛けるところもあるんで、どっかに引っ掛けたりもできるのでウォーターコンテナはおすすめです。こういうボトルとかこういうコンテナ系のものがあると、テント泊の時とか、水をテントに持ってく時にこういうので運んだりとか、沢とか水場で汲んだ水をここに入れて、ザックに入れとけるので、はい、こういうボトルがあるとすごく便利だと思います。何でもいいんですけど、こういう水をしまえて、なくなったらコンパクトにしまえるものが一つあると、はい、装備を入れる時もかさばらなくておすすめです。外側についてるもので言うと、ここについてる温度計ですかね。温度計になります。温度計があると便利なのは、気温がわかるっていうのはもちろんなんですけど、その時の状況がわかるんで、登山の時のこの気温だったらこの服装で行けたよなとか、次につながるような風の影響とかもあるんですけど、気温がわかることによってこの気温だったらこの服で行けたなとか、ちょっとでも頭に入ってると次の参考で荷物が増えなくて済むので、気温を知っておくことはすごい大事だと思います。次は外ポケットに入ってるものを紹介していこうと思います。まずはこれか。はい、これキャリーザ3のライトになります。これは
結構多分有名で、キャンプとかする人も使ってたりするものになります。ここが全部ソーラーパネルになってて充電できるので、はい、電池がなくても、充電するところも特についてないので、もう本当に太陽に当てて充電して、でここのスイッチで明るさ、これ暖色系の明かりがつくやつなんですけど、暖色系じゃないのも確かあったと思うんですけど、僕は暖色系を選んでます。これのいいとこは普通にこう外とかにぶら下げとけば充電してくれて、で夜は電気がつけれるっていうところがいいところだと思うので、長期の重装とかやる人で、ライトの電池が不安とか、そういう人はこのキャリーザさんを持ってくっていうのはいいと思います。あとはあれですね、最近地震とかも多いんで、そういう災害時とかもこのソーラーで充電できるっていうのはすごい大きいメリットだと思うので、防災用品としてもすごい使い道はあると思うので、こちらおすすめです。はい、次はじゃあマウンテンローレルデザインのポーチになります。で、この赤いポーチに何を入れてるかっていう、怪我した時とかの、あと薬、常備薬とかを入れてるっていう感じになります。本当はもっと他人が見て分かりやすい、いわゆるこれがそういうものだよって分かるデザインのものがいいんですけど、僕はあんま好みのものが今のところ見つかってなかったんで、一旦赤い袋に入れてます。で、この中何が入ってるかっていうと、普通にティッシュ、常備薬とか胃腸薬とか、あとメッキンガーゼとか傷パワーパッド系が入ってます。この中にジップロックでまたまとめて入れてるんですけど、ポイズンリムーバー、トゲ抜きピンセット、こうやって外すとこういうピンセットになってるので、こうトゲとか刺さった時に使えるものになります。ビクトリノックスの爪切り、こうなってて、こうひっくり返してこう開くだけで、こういう風な感じで爪切りとして使えるコンパクトなものになります。で、こっち側にヤスリがついてるっていうものになります。ポーチに入ってるものはできれば使いたくないですよね。使うことはそんなないんですけど、もしものために、持っていってるっていう感じになります。で、これは僕も持ってるんですけど、妻も同じようなセットを入れてるんで、夫婦で別々でこのエマージェンシー系のものは必ず持っていってるっていう感じになります。次はめちゃくちゃぐしゃぐしゃに入れてるんですけど、ソルのエマージェンシーブランケットになります。これは、持っていってる人多いのかな。こういうペラペラな白が銀色になってて、寒い時にこうくるまれるようなシートになってます。で、これは別に、そういった使い方が本当の使い方なんですけど、これはテントの一応グランドシートとして僕は持ってっています。これをグランドシート兼エマージェンシー用で、持っていってるっていう感じになります。で、これ一回開けると、最初はもうめっちゃコンパクトにこう入ってるんですけど、これ一回開けるとマジ本当に最初のようにコンパクトにいつも畳めないんで、畳むのこれ難しくないですか？次はレインスカートになります。レインスカートは基本持って行ってます。で、稜線とか風の強い時は結構つけててもあんまり意味ないかもしれないですけど、あんま爆風の時にまだ歩いたことがないので、そこはちょっとまだわからないんですけど、雨の時は基本このレインスカートを履いてます。もちろんこの中にレインパンツも入れてるんですけど、着脱が楽なので、レインスカートで歩いてます。レインスカートを巻くだけではなくて、雨の時以外でも使い道はあって、さっきのブランケットじゃないですけど、体にこう巻いとくだけでも風を防げるのであったかいです。で、寝る時とかも寒ければこいつを巻いても全然いいと思います。これも使い道は雨の日以外にもあるっていう感じになります。一応出すとこんな感じで、この ULA エクイプメントのレインスカートはここにも収納できるんで、一体化してるのがなくならなくて便利ですよね。スタッフサックが別とかになってると結構なくしたりとか、しまうのが面倒だったりするんで、一体化してるっていうのはすごい便利だと思います。ベルクロでいけるんで、こういう腰に巻いてすぐ着脱できるっていうのもすごい素早く、雨が降ってきても対応できたりするのでおすすめです。ベンチが濡れてる時とかはこれを引いて上に座ればお尻が濡れなかったりするので、そういう使い方もできるので、これもテント泊に限らず日帰りの時は必ずザックに入れてるものになります。ぐしゃぐしゃに入れてるんですけど、次もレインウェア系になります。OMM のヘイロスモックだっけかな。ジップもハーフジップになってて、そこも軽量化されてるのと、確か耐水圧も1万と、糖質性も確か1万ぐらいあったので、これ結構おすすめです。で、テール部分、長めにできてます。袖もね、こうやってサムホールがついてるので、雨降った時って、手が濡れて寒いなって時は、もうサムホール
とかもすごい便利ですね。ほんとこれは軽くていいのと、僕はウィンドシェルとかは持ってないっていうかもう持ってかないので、ウィンドシェルは持たずにレインウェアをウィンドシェル代わりに使ってるので、ウィンドシェルは持ち歩かないで、このレインウェアで風が強い時、雨が降った時はもちろんレインウェアを着るんですけど、風が強い時もこのレインウェアを着ます。ウィンドシェルはそんな使い道がね、ないですね。これ1枚で十分なんで、そこも軽量化につながるのかなと思います。風がなくても寒いって感じたら、これを着ればだいぶ暖かくなるんで、これ1個で複数の役割ができると思います。で、パランテのザック、ここにポッケがあるんですよ。ペグ入れみたいな細いポッケがあるんですけど、ペグ入れなんですけど、ここにスプーン入れてます。これいつも使ってるホバーライトのめちゃくちゃ軽いスポークになります。ともう一つが、本当にペグ入れなんで、ペグを入れてます。こちらオールマンズライトっていうニューヨークのブランドのペグケースになります。形がちょっと面白い形してて、開ける時につまみが2つついてるんですけど、つまみをこうやって引くことによって、こうやって開けれるペグケースになります。じゃあ DCF でできてるペグケースになります。閉めるときは、ここは引っ張れば普通に閉まって、開けるときはこうやって開けれるので、すごい開閉が簡単です。結構深さもあるので、ちょっと長めのペグとかも入れれるかなっていう感じです。ペグは全部で一応いつもね、3種類持ってってる感じです。ペグはこれ3種類持ってってます。MSR とイーストンペグ、バーゴーのペグになります。ちょっと曲がってるかな MSR これ。ちょっと曲がってるんですけど、ねじれてるんですよね。刺さるところがこうスクリュー型になってて、刺さりやすいし、抜けにくくていいのと、トンはめちゃくちゃ軽いんですけど、これ結構頑丈で、1回だけ曲がったかな曲がったけど、それ以外は結構いろんなとこで使えるペグになってます。で、あとは最近買ったんですけど、これも別に思いっきり叩いても別に曲がったりしなかったんで、これも軽いっす。以上で外側についてるものは終わりです。内側に何を入れてるかを紹介します。ちなみになんですけど、今この26リットルのザックにテントワーク装備一式詰め込んで、食料は入るのって思うかもしれないですけど、開けた状態の中をお見せします。一応中はまだ余裕があります。イロハスの500のペットボトルを1本入れてみたんですけど、まだかなり余裕があります。2、3、4、5、6。はい。で、今、スペースがあったんで、そこに、食べ物とか入れていく感じになります。なんで、食べ物を入れていくのもいいし、山小屋で食べる人は山小屋で食べるからもうちょい食料を減らしたり、そういうのも使って、ちょっとザックを小さくしたりしてもいいかもしれません。でも、今のスペースであれば、多分普通に1泊は全然余裕で入ると思うんで、そんな感じで早速中の道具を紹介していこうと思います。はい。で、まず最初にクッカーセットを入れてます。で、これはハイテールデザインのショッピングバッグになります。これに一応燃料と、あとはクッカーとか入れてます。はい。じゃあまずはいつものですね、深大寺の350のヒルビリーポットを中に入れてます。で、この中にこういう感じで中にしまってるって感じになります。こっちがエバニューの250のチタンカップにシリコンバンドをつけて持っていってます。で、これはコーヒーとかなんか飲む時とか、受け皿とかにも使えるんで、いつもこのセットで一緒にこうやってかぶせて持っていってるっていう感じになります。めちゃくちゃ軽いんで持っていってもそんな重量増えないです、これは。これはいつも持ってってる深大寺のヒルビリーポットの350になります。で、中に、中適当に入ってるんですけど、で、ヒルビリーポット350なんで、お湯は350しか沸かせないです。でも基本、テントワーク行っても僕は別に料理にそこまでこだわらなかったりもするので、普通にカレー飯とかカップラーメンとかそういうものを食べることもあります。あとは山小屋のお昼ご飯食べたりとかして、そっちで美味しいものを食べようと思ってるので、あんまり自分でめちゃくちゃ料理してなんかやるっていうのは今までもあんまやってきたことはないです。他にもなんかしたい時にはこれの550とか、あるいはフライパンとか持って行って、調理はできるけど、基本はこれを持っていくかなっていう感じです、僕の場合は。中身も細かく紹介すると、アルコールストーブでフラットアースイクイプメントのモークストーブになります。これすごく軽くて結構お湯も早く沸くし低燃費ですごいちっちゃいです。これベルモントの山箸になります。こんぐらい長いお箸になるので、軽いしすごいコンパクトになるのでおすすめです。こうやって
一時期スポークしか持ってってなかったんですけど、やっぱ箸があった方がなんか食べやすい。はい、こちらが鍋つかみですね。これがトークスのチタン風防を、カットして、使ってます。4g かな。あとはライター。普通のライターに、ダクトテープを巻いてます。一応カーボンフェルト。あとはこれ五徳になります。はい、これはトレイルハットさんの五徳になります。はい、で五徳組み立てるとこんな感じで五徳が、はい、出来上がります。なんでアルコールストーブとかこの上に乗っけたり固形燃料を乗っけて使うってこともできるので、なおかつこの下にこの隙間があるから、なんで下に熱がいかないんで、あんま下を気にしないで使える。普段っていうかストーブを乗っけたりして、はい、使ってるんですけど、こういうね旅館とかであるこういう固形燃料を乗っけて使うこともできるし、多分湯沸かしにはこの固形燃料は向かないんですけど、とろ火でなんかずっと温めときたい時とか使えたりとか、あとは S ビットの固形燃料も僕は予備で持ってってるので、非常時とかにここに S ビットの固形燃料を乗っけて普通に湯沸かしすることもできます。で S ビット乗っけたら裏側こんなになっちゃって、 S ビットはこっち側で使おうかな、汚くなるから、いろんな使い方ができる。しかもそこまで重くないし、シンプルでかっこいいんで僕はこれを使ってます。あとはアルコール入れるテント泊だったらちょっと多めに持っていきたいんで 100ml 入る、はい、ケースになります。でこれのいいところはこの上にコップの部分がメモリになってるんで、何ミリリットル入れたかが測って入れれるんで、そこが便利なんで一応これにアルコールを入れて、山には持ってってるっていう感じになります。もう一個だけ中に入れてて、こちら、テイクアハイクさんの蚊取り線香ケースになります。本当僕は虫が嫌いなんで、テント泊には蚊取り線香とか、虫除けを結構持っていくっていう感じになるんですけど、でこれ開けるとこう蚊取り線香ミニのね蚊取り線香が入るようになってます。火つけてそれで蚊取り線香はもう燃え尽きるまでだいたいこれ2時間ぐらい持ちます、このミニで。で途中で止めたい時とかはもちろん蓋を閉めてしまえばすぐは消えないんですけど、ちょっと時間経つと消えるので、途中でもういいやってなったらこの蓋を閉めて消すっていうこともできるのでおすすめです。僕はラベンダーの香りのアロマ蚊取り線香を入れてるので、テント場で炊くときはこれをつけて、ラベンダーの香りも楽しみながら虫も避けれるっていう感じになります。今ちょっと中身なくなっちゃってこの箱だけしかないんですけど、これアロマ蚊取り線香っていう風な感じで、いろんな匂いちょいちょい売ってたりするので、そういうのを楽しんでみるのもありだと思います。次はこちらハイテールのポーチなんですけど、ここにライト系とかいろいろ入れてます。なのでこれ結構重いですね。モバイルバッテリーとかもここに入れてます。中身紹介していきます。はい、まずはマイルストーンの普通のヘッドライトです。はい、こちら日焼け止めになります。スティックタイプなんで手汚れないんで、スティックタイプの日焼け止めは便利です。これも特にこだわりなしに買ったんですけど、結構いい匂いだったんで、はい、良かったです。これがソーヤ。こちらは浄水器になります。はい、これも山では必須かな。冬、厳冬期以外は必須なアイテムかなと思います。はい。水とかない時に沢とかで水汲んで、そのまま飲むとお腹壊したりとか、エキノコックスとかそういうのもあるんで、この浄水器があると、安心して水が飲めるので、災害時とかも、浄水できるので、そういう時にも使えるのかなって思うので、1個持っとくと便利です。さっきのクノックのボトルとか、ここの形状がペットボトルの形状になってるので、ペットボトルだったらの形状のものだったら何でも合うので、いろんなものに使えます。これ一旦つけてみると、こんな感じでつけて、ここ開けてこうやって押すともう水が浄水されて出てくるので、これだけで安心して水が飲めるって、すごい便利なんで、山とか災害時にも活躍すると思うので、本当に1個持っとくと便利です。本当山やらない人でも持っとくといいと思います。モバイルバッテリーになります。はい。これ一応電子系なんで防水なんですけど、一応もう1個厳重にジップロックに入れてます。1万ミリアンペアの、モバイルバッテリーを持ってってます。これアンカーのモバイルバッテリーになります。重さが 211g になります。このモバイルバッテリーのいいところは、簡単に言うとここにモニターみたいなのがついてて、ここに残量が出てくれるっていうのがすごい便利です。結構あるのが色で残量を知らせたりするのがあると思うんですけど、メーターみたいなのでよりこうやって目で見て、あと何パーって分かる。これもう全然充電してないんで 4% しかないんですけど、結構分かりやすくて山とかでも重宝してます。あと充電する時に挿して充電すると、これあと何時間で充電完了しますよっていうのも出るので、
そういうのも結構車で充電したりする時とかも、あと何分で充電できるんだっていうのがわかるんで便利ですね。この表示があるっていうのが。はい。あと安心できるなんか。もうこのままぶち込んでるんですけど、はい、こちらガイドライン、予備のガイドラインを持ってってます。あとは、スティックタイプのレスキューバームになり、これは傷口とか、口内とかにもいいらしいんですけど、塗るアイテムになるので、あと匂いも僕結構好きなので、これいつも持ち歩いてます。で、あと、S ビットの固形燃料、4ブロックだけかな。可愛いキキララちゃんの、ケースに入れちゃってるんですけど、家にたまたまあったんでこれに入れてます。S ビットも一応、吸湿性があるって書いてあったかな。なんで、一回開けると、湿気結構吸っちゃうんで、ジップロックとかでしっかり密閉しとかないと、多分いざという時つかないかもしれません。予備のジップロック、あとマッチ、あとこれですね。ここにいろいろライト系、またライトいっぱいなんか持ってきてるんですけど、ダクトテープ、予備用のライト、これも十数年使ってるんですけど、ペツルのライトになりますと、コンパクトでこうやって普通に何段階かつけれるんで、じゃあコンパクトでちっちゃい。紐はってなるんですけど、紐はこう引っ張ると出てくるんで、これで頭に留めたりとか。こうやって、ここがね、すごい回るんですよ。ちょっとしたところで、はい、こうやって置いて使ったりとかもできるんで、はい、これは便利です。軽いんで、いつも予備用にこれ入れてってます。昔もらったやつ、着火するやつですね。ライターがつかなかったり、マッチがダメになった時の最終手段的な感じで、こう摩擦で火花出して火つけるってアイテムになります。ナイフとかハサミになるレザーマンのマルチツールになります。いろんなマルチツールなんで、一番使うのはハサミかな。ナイフとかもそんな山で使うことないんで、一応ハサミとして持ってってるような感じですかね。今入ってたやつの中の最後のもので、ロビーボンっていうブランドのライトになります。コンパクトで軽くて、数パターン光り方があって、この本体自体が光る感じになったり、で赤いライトになったりするのと、点滅。こうやって普通にライトとしても、こう何段階か明るさ調整ができて、これすごい明るいです。なんで結構使い道のあるライトになります。で、USB-C で充電できるんで、電池なかったら持っていってるモバイルバッテリーとかでも、充電できるんで便利なのと、夜間とかでも、ヘッドランプも一応持ってってるんですけど、これを帽子の先端につけて、こうやってライトとしても、はい。使えるので、結構いろんな使い道があるのでいいです。はい、以上がこの袋に入ってたものになります。はい、次はこれですね。ロール式の防水バッグに一応着替えを入れてます。であんまでっかいこういうスタッフサック持ってないんで、ちょっと小分けになっちゃってるんですけど、寝る時に使うのとテント場で使うものを入れてってます。で、一つ目がこの OMM のコアタイツを入れてってます。結構あったかいのと、10月ぐらいの北アルプスでもこれでテント場で過ごせてたので、これ1個あると便利です。あとそんなタイツっぽくないところもあるので、テント場うろうろしてたり、山小屋もこれで行ったりしてるんですけど、別にそんな違和感ないと思ってます、僕は。なんで、これでいつもテント場とかは行動してる。厳冬期とか行動着としても着たりするんですけど、基本夏とか秋のテント場では行動着じゃなくて、普通にテント場とかで着るパンツとして持ってってます。靴下の替えですね。一応靴下の替えは持ってってます。で、インチンジの5本指のウールの混ざったソックスになります。普通に行動時にも履けるし、休んでる時履いてもいいんですけど、そういう時に履ける用の一応靴下を1個持ってってます。次はこちらですね。ハイパーライトマウンテンギアのスタッフサックピローになります。着替えとかを入れてってます。1つ目がブラウンバイツータックスのウールとナイロンの混ざったフーディーになります。寝る時と寝て起きてそのまま行動着として着てって、もう一日中これ着てたっていう感じになります。首のとこまであるんでね、結構あったかい。で、あったかくなりすぎないのかな。前回戦場ヶ岳行った時にもずっと着てたんですけど、そこまであっちいってならずに、これ着て普通に最後まで、歩いてたっていう感じになります。こちら神代寺マウンテンワークスのアルファカーディガンになります。これもあったかい素材なんで、今回はダウンとか河川のインスタレーションを持ってかずに、このアルファカーディガンだけ寒かった時用に持ってったんですけど、着なかったですけど、一応予備でこういうあったかいものも持ってってます。もちろん秋冬とかこれを持ってかずに、これを河川のジャケットとかに変えて持ってったりしてるんで、今回は夏だったんでこれだけ持ってっています。なんでここの部分を組み替えたりして、夏以外の山も行けたりするのかなって思います。はい、さっきのコアタイツも持ってったんですけど、それプラスダウンパンツ、
衣類の面だとダウンパンツ持ってったり、そういう河川のジャケットを持っていけば、もっと寒い時期とか行っても、いろんな気温に対応できるんじゃないかなって思います。そこは人それぞれなんで、自分でいろいろ組み替えてやってみるのもいいと思います。で、最後に今入ってたケースですね。スタッフサックピローになります。で、これは、名前の通り、裏表はDCF の素材でできている袋なんですけど、裏返すと裏面がちょっと汚いんですけど、フリース素材になってます。ここに就寝の時に着てない、寝る時に着ないものをこうやって入れて枕として使うみたいな感じになります。寝心地は何を入れるかによってだいぶ変わってくるんで、あと入れ方、ジップ面とかがもしあってこっち側にあると結構硬くて痛いんで、こっち側に柔らかいものを持ってきて枕として作るのがおすすめです。で、僕は枕がないと寝れないんで、一応こういう枕にもなるスタッフサックを持ってってるっていう感じです。超ぐちゃぐちゃに入ってるんですけど、サーマレストのネオエアウーバーライト、エアマット系では結構軽い部類に入るマットだと思うんですけど、これのレギュラーサイズを僕は使ってます。なんでレギュラーサイズなのかっていうと、普通に快適に寝たいからってだけです。で、今ぐちゃぐちゃに出てきたんですけど、僕は基本ぐちゃぐちゃで入れてます。背中側に押し込むように荷物入れた後に滑らせて適当に入れてるんで、今ぐちゃぐちゃで出てきたっていう感じになります。で、もっと軽くしたい人はクローズドセルのマットとかでもっと軽いのもありますし、本当夏だったら本当薄いマットとかでも全然十分だと思うんで、そこは持ってきたいマットを持っていけばいいと思うし、マットって結構重いんで、そこだけで数百グラム軽量化できたりすると思うんで、より軽量化したい人はもう薄いマットとかフルサイズじゃなくて腰の部分までマットがあって、足元部分はザックとかいろんなものを引いて代用して使うとか、そういうやり方をしてる人もいるんですけど、僕は快適に寝たい。昔短いマットでも寝たことあるんですけど、あんま寝れなかったんで、僕はもう自分の身長に合ったようなフルのマットで行きたいですって思っていて、長いものを使ってます。はい、次が寝袋系になります。で、僕は寝袋は持ってってなくて、スタティックのアドリフトライナーっていうライナーを使って寝ました。これ筒型になったライナーになりますね。で、足元もフットボックス的なボックスがあるライナーですね。多分おなじみの素材なんですけど、オクタっていう素材を使ってるライナーになります。裏側がこんな風に起毛してるんで、あったかい、ただ風は通すっていうライナーになります。風のないところでこれ単体で寝るんだったらだいぶあったかいと思うんですけど、これ単体で山で寝るってなると、これだけだとスースー風が通っちゃってやっぱ寒いんで、この外側に次紹介するエスケープビビーを使って風をしのいで中をあったかくするっていう感じで使ってます。なんでこれ単体で山で使うことは、本当低山とかのテント泊とかだったら夏の全然これ単体でもいいと思うんですけど、アルプス系行った時はこれ単体だと多分厳しい気がします。これとパンツとコアベストとエスケープビビーで一応手元の温度計で12度で寝たけど、ちょっと僕的には暑かった。それにプラス最初コアタイツとか今持ってたもの着てたんですけど、本当暑くて途中で脱いで寝たっていう感じになるので、まだ気温が低いところでも対応できるような気はしてます。そこは今度また実験していきたいなと思うんですけど、本当調整するなら着るものでどちらかというとできれば調整したい感じなので、僕はライナーで行ってます。で、あともう一つが今言ったソルのエスケープビビの XL を使ってました。これ一応 XL なんですけど、頭の部分まで普通にマミー型みたいにあるビビになるので、この頭の部分がある分、ちょっと大きくてちょっと重いんですけど、今回行った山に関しては全然こっちのエスケープビビのライトの方、ライトは頭の部分がないビビになります。なんで別にこっちでも今回は良かったかなって思います。でも今回買ったばっかで試したくてこっちを持ってってました。あとは幅が広いんであんま窮屈になりすぎないのも、でも使ってみて良かったんですけど、151g と 241g でした、今測ったら。なんで80から90ぐらい差はあるので、もっと軽くしたいならこっちでもまだいけたかなっていう感じです。なんでそこも人それぞれ快適性とかいろいろ考えた上で選んでいけば、どんどん軽くはできると思います。毎回 XL でもいいかなって思えるぐらい大きめで、いざという時にフードっていうか頭の部分もあるんで、こっち持ってってもいいかなって僕は思いました。このライナーの組み合わせは結構な気温まで僕はいけると思います。もちろん中身、さっき言ったように中身っていうか自分の着てる服で調整する前提でこの組み合わせで結構いける
気がします。まあでもそんな無理したくなければもう素直に寝袋を持っていく。まあ結露とか濡れたら嫌な時とかは、まあこういうビビをその寝袋に組み合わせて使うとかで全然大丈夫だと思います。なんでライナーは持ってかなかったりもすると思います。ここもだから組み合わせになりますね。なんでいろいろな経験をして組み合わせを自分で作っていくっていう感じにどんどん軽量化していくとか荷物を減らしていくってなると思います。テントですね。G-PAX のデュプレックステントになります。非自立式のテントで、ペグは最低6本かな。6本で立てれるテントになります。普通にシングルウォールで、重さが、今、測ると、で、重さ測ったんですけど、今 585g でした。585g の2人用のテントになります。2人でも結構ゆとりあるぐらい結構広いテントなんで、結構快適に過ごせます。で、シングルウォールなんで結露はします。なんで、ダウンの寝袋とか使ってる方は、シュラフカバーとか、で、さっき紹介したエスケープビビとかを使って、寝袋を濡らさないようにするっていうのがおすすめです。で、軽いんですけど、これ結構、やっぱ大きさがね、結構でかいんですよ。500ミリのペットボトルで比べても、まあでかい。ポールとかがない分、これだけで済むんで、こっちがでかくても、ポールがない分いいんですけど、軽いけどちょっとかさばるかなっていうテントになります。こう、スタッフサック結構余裕がある感じなんで、しまうとき楽なのと、あとめちゃくちゃ押し込めば、小さくは圧かければ縮められるので、この26リットルのザックにも入るかなっていう感じです。今回ソロで行く用のテント泊装備を紹介してるんですけど、テントは僕一人用特に今は持ってないので、二人用のテントしか僕は持ってないので、これを26リットルに詰めて、テント泊想定のパッキングを紹介しました。26リットルでこの2人用のテントも入れていけるよ感じでした。なんでテントを小さくすればね、もうちょい余裕が出てね、いいかもしれないですけど、僕このテントしかないんで、これで今回は紹介してます。忘れてた。テーブル、家にあるジップロックにぶっ込んであるだけなんですけど、テーブルを持ってってます。浮き板っていうテーブルになります。こういうゴムと木のこういうこの字型に開いたところをこうはめてこう作るテーブルになります。本当木のぬくもりを感じれるテーブルになります。で、木なんで直接火が当たるとか言うと多分焦げちゃうので、そこは気をつけなければいけないんですけど、木っていうところがまたなんか僕的にはいいかな。あんま登山で木製のアイテムってそんなないと思うんで、こういう木のアイテムが1個あってもいいんじゃないかなって思います。で、このテーブル結構大きさもちょうど良くて、例えばこのヒルビリーポットを乗っけてもこんな感じで、プラス取り皿代わりにもなるよって言ってたこのエバニューの250のカップを乗せても結構余裕がある感じになるので、大きさ的にもちょうど良くて、ちょっと雰囲気も出るんでいいかなって思ってます。で、この上で、言うたらさっきの五徳ですね。五徳って別に熱が下にあんま通じにくい五徳だったんで、この上で湯沸かせたりしていいです。それも含めてさっきの五徳を選んだりとか道具選びとかをしていくのが結構楽しかったりするので、皆さんもなんかそういうのを考えながら道具選びするといいかもしれません。このテーブルなんですけど、別にここについてた今足を使わなくても結構いいと思います。足だけで今測ったら 24g あったんで、この上の板だけを使えばもうちょい軽くできたりとか、この板だけ引いてこの上にで今のセットを置いたりとかしても、雰囲気も出るし、土とかがつかなくてよかったりするっていうのもあります。で、あと、もうちょいやっぱ高さ欲しいなってなったら、別にそこら辺に転がってる岩とかを程よい高さのものをこう、で置いてね、その上にこうやって置けば高さも作れるんで、もうちょい荷物を軽くしたい、数グラムでも軽くしたいっていう人は、足抜きでも全然いいと思います。木じゃなくてもいいし、チタンのこういう普通の薄い板とかでも持ってったら、こうテーブル代わりには場所によってですよ、岩があれば、大体あると思うんですけど、そこで仮のテーブルがつけれたりするので、そういう使い方もありだと思います。まだあった。最後レインパンツもヒートンブロスのレインパンツ入れてってます。レインパンツにしてはコンパクトになるので軽いし、なんで一応レインパンツも入れてってます。これは場所によってですね、ローグサイ歩きがすごく長い時とか、必ず入れてってます。あとは長く歩く時とかは入れてってます。で、これも使い道が雨降った時以外にもやっぱ寒くなった時とか、行動中に寝る時とかにちょっと寒いなってなった時とかにこれを着ればだいぶ暖かくなるので、そういう風な感じでレインパンツも一応持ってってます。このポリ袋っすね。
先にこのポリ袋を入れてからここに今のパッキングをしていくっていう感じになります。今撮影用だったんでもう一番下に詰め込んで重さだけに入れといたんですけど、で僕はこれをこのザックにも合うし他に持ってるザックにもあるようにこの26リットルのザックよりはちょっと多めなカットになってるのでちょっと重くなってるのかなっていう感じになります。なるべくザックに合わせてカットした方がより荷物は軽くできるのかなと思います。なんで本当に切り詰めたい人はそのザックに合わせてカットしたらより軽量化ができるはずです。はい、いかがだったでしょうか。本日はこの26リットルのザックにテント泊装備を詰め込んでみましたっていう動画でした。で、僕も最初登山始めた時は50とか60リットルの大きいザックにいろんなものを詰め込んで行ってたんで、その時は15キロとか荷物を背負って登ってたんですけど、ウルトラライトっていうスタイルに出会って荷物を軽くしたら本当登山がより楽しくなったっていうか、辛いって思わなくなってきたんですよね。荷物を軽くするっていうのは、もちろんいろいろ考えないと、ただ軽くするだけだとリスクしかないと思うんで、ただ軽くするじゃなくてその中でも自分で考えてリスクヘッジできるような装備をこう詰め込んで山に行くと、より快適に楽しく山を楽しめるんじゃないかなって思います。秋とか冬の装備はまた若干こっから組み替えて、大きくは変わんないと思うんですけど、ちょっとまた変わってくるので、また秋冬の装備とか紹介できたら、あと服装とかも紹介できたらいいなと思っています。普通にいつも通り登山動画もこれからも上げていく予定なので、もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。で、また今回の動画が良かったと思ったら高評価ボタンもよろしくお願いします。本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。忘れてた。一応歯ブラシ外側にぶっ込んでました。こういう歯ブラシセットになります。